こういうところから戻り売りを狙うときに直下にこの緑のラインで示したが控えているということを見逃していると、こういうところからショートを打ったときに担ぎ上げられてしまうということになりかねません。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは負けやすいトレード4選。トレードには様々な戦略や取引手法が存在しますが、やはり勝ちやすい、負けやすいトレードというものが存在します。今回の動画なんですが、月間や四半期といった単位でまだ期間収支をプラスにすることができない方を対象に作成しています。損益マイナスまたはトントンの状態から抜け出せなくて悩んでいるという方は、今回紹介するトレードが皆さんのトレードに当てはまっていないかどうか確認してみてください。それでは早速本題の方に入っていきましょう。負けやすいトレードの一つ目はサポートライン近くでの売り、レジスタンスライン近くでの買いです。サポートラインというのは図の左側にもあるように何回も反発の起点になっているラインのことです。で、一方のレジスタンスラインというのはこの図の右側にあるように複数回抵抗が発生しているラインのことを言います。例えば図の左側を見てもらいたいんですけども、このサポートラインに至る手前の部分の動き、今この赤の点線で示したような下降トレンドが発生していたとします。ただその直下にはこの赤の水平線で示したように何回も反発の起点となっているサポートラインが存在していたとします。サポートラインの近くというのは、このサポートラインを根拠にして新規で買いで参入してくる勢力をはじめ、この手前の下降トレンドの部分の売り手勢力の利益確定も入りやすいエリアということができますので、このサポートラインの近くというのは反発が起きやすいということができます。ですので、手前の部分がいくらこのように下降トレンドが発生していたとしても、サポートラインの近くで新規にポジションを立てるというのは、今お伝えしたような反発の動きに巻き込まれやすい、つまり負けやすいトレードということができます。で、右側のレジスタンスラインに関しても同様で、このレジスタンスラインの手前の部分で上昇トレンドが発生していたとしても、レジスタンスラインが近づけば近づくほど、この上昇トレンドの部分で買いを持っている勢力の利益確定や、このレジスタンスラインを背に新規で売りを仕掛けてくる勢力の動きも相まって、レジスタンスライン近くでは反落が起きやすいということになりますので、やはりこういった反落の動きに巻き込まれやすく、負けやすいトレードということができます。で、今の話を聞いてですね、そんなの当たり前でしょ、やりませんよっていう方もいるかと思うんですが、サポートレジスタンスっていうのは多くの人が引いているであろう水平線とかトレンドライン、チャンネルだけで認識されるものではありません。で、今回は意外と見ていない人が多い重要な概念をお伝えしようと思います。それが4本値というものです。4本値とは1日や一定期間の始め値、高値、安値、終値を指したものです。これらがローソク足を形成する価格となるわけなんですが、4本値はサポートレジスタンスとして非常によく機能します。で、中でも重要なのが前日、先週、先月の4本値です。今回は前日の高値安値と先週の高値安値を例にとって実際のチャートで見ていきたいと思います。まず前日高値安値から見ていきたいんですが、今表示しているチャートはナスダックの冷やしチャート、2023年8月付近のデータを表示しています。ここにスイングハイローを表示している状態です。当時の状況を少し振り返ってみたいと思うんですが、ナスダックは2023年の年初ちょうどここの部分からずっと上昇トレンドが続いている状態です。で、8月に入ってその上昇に少し息切れ感が出てきて、このような調整の要素を見せてきたという場面です。はい、4時間足に切り替えました。今インジケーターを使って前日の高値安値を表示しています。緑のラインが前日の安値、赤のラインが前日の高値です。このインジケーターは概要欄にリンクを貼っておきますので使ってみてください。例えばこういうところを見てもらいたいんですけども、この緑の線で示した前日の安値のところを起点に反発しているっていうことがわかると思います。で、また逆方向を見ると、例えばこういったところは前日の高値、赤のラインのところですね。こういうところから反落しているということがわかります。で、このポイントなんかもそうですね。前日の安値を起点に反発しています。ここのポイントもそうですし、ここのポイントもそうなってますね。特に注目してもらいたいのがここの部分の動きです。4時間足で見てもそれなりに大きな下落幅になっていますが、ここの部分を1時間足で見ていきましょう。1時間足の方に切り替えました。先ほど4時間足で見た大きな下落の部分がちょうどここの部分になります。はい。そしてここの部分ですね。大陰線を連発して大きく下げてますが、その後反発してきたところというのは戻り売りを狙いたくなる場面なんですが、こういうところから戻り売りを狙うときに直下にこの緑のラインで示した前日安値が控えているということを見逃していると、こういうところからショートを打った時に前日安値のところから反発して担ぎ上げられてしまうということになりかねません。このセクションの冒頭でもお伝えした通り、下降トレンドが発生している状況であっても、直下に前日安値のようなサポート要素が控えている場合は、こうした反発に巻き込まれやすいということが分かっていただけると思います。今度は先週高値安値の動きについて見ていきましょう。今度はユーロドルの冷やしチャートを表示しています。タイムラインは同じ2023年8月です。ユーロドルに関しても2022年の10月からこのような上昇トレンドが継続しています。
ちょうどここのスイングローのところが押し安値となっています。4時間足の方に切り替えました。先ほどと同じインジケーターを使って今度は先週の高値と安値を表示しています。紫のラインが先週の安値、オレンジのラインが先週の高値です。チャートの左側の部分を見ていただくと、ちょっと先ほど引いた押し安値のラインが邪魔なので動かしますが、例えばこういったところやこういったところ、先週の安値ですね。この紫のラインのところで反発しているということがわかると思います。それからチャートの右側の部分なんですけども、ここのスイングローの部分やこちらのスイングローの部分も先週の安値が反発の起点になっているということがわかると思います。ここのスイングローもそうですね、先週安値の少し手前の部分から反発しています。そして反発したところで今度は先週の高値を起点に折り返す動きが出ています。ここまで前日と先週の高値安値付近での動きを見てきましたが、こうした高値安値というのは注文が集中するので、冒頭でお伝えしたようにポジションの決済が発生するなどして価格が反発反落しやすいです。トレードの基本ってできるだけ安いところで買って高いところで売るということになるので、トレンド方向に沿ったポジションを持つにしても近くにサポートレジスタンスがないかどうかは十分に注意する必要があります。最後にチェックすべき4本値についてもお伝えしていきたいと思いますが、デイトレードをされる方、スイングトレードをされる方、それぞれいるかと思います。で、まずデイトレードに関してなんですけども、前日の高値安値、先週の高値安値、先月の高値安値、これらの4本値は必須かと思います。僕自身もデイトレードとスイングトレード両方やりますが、これらの3つの4本値は全てチェックしています。で、スイングトレードに関しては保有期間が短いものから長いものに分かれると思います。で、いずれを行うにしても先週の高値安値と先月の高値安値は必須かなというふうに思います。前日の高値と安値に関しては必要に応じてチェックするといいと思います。保有期間が短くデイトレードに近いような時間軸でのスイングトレードであれば前日の高値と安値も必要になると思います。負けやすいトレードの2つ目は上位足と逆方向のトレードです。これは例えば今図にグレーのラインで示したように上位足で上昇トレンドが続いている中で買い足でショートを狙うであったりとか、例えば移動平均線を見ている方であれば上位足で移動平均線がまだ上を向いている中で買い足でこういうところにダブルトップとかの上げ止まりのサインが出たからといってショートをするといったようなトレードです。こちらに関しても実際のチャートを使って見ていきたいと思います。今表示しているチャートはポンドドルの日足2023年6月付近のデータを表示しています。2022年の10月付近からこのように上昇トレンドが継続している状態です。ここの部分を4時間足で見ていきたいと思います。4時間足の方に切り替えました。ここの部分でダブルトップができています。高値切り下げ型のダブルトップと呼ばれるものですね。そしてここの部分がネックラインになっています。はい、今このネックラインをブレイクして価格がネックラインまで戻ってきたということで、こういうところからショートを狙いたくなる場面なんですが、この後どうなるかというと、はい、このように高値を更新する形となりました。はい。ではなぜ今回はこのような結果になったのかっていう点について、もう一度日足を使ってですね、振り返っていきたいと思うんですが、先ほどもお伝えしたように、このポンドドルの当時の状況というのは、2022年の10月からですね、すでに半年以上にわたって、このように上昇が続いている状況でした。加えて2023年6月当時の直近の動きを振り返ってみると、当時ここに控えていた直近の高値をブレイクした直後ということもあって、そこから下がってきたところというのは、日足レベルで見れば絶好の買い場だったということになります。先ほど4時間足で見たダブルトップというのがここの部分になりますので、そのネックラインを割って下がってきたところというのは、日足レベルで見れば絶好の押し目買いのチャンスだったということで、こういったところから反発して高値を更新していったというふうに考えることができます。ですので今お伝えしたような上位足含めた環境認識なしに、こうしたダブルトップのようなチャートパターンだけに注目しても、こういったところで引っかかる、担ぎ上げられるということになりがちだということですね。で、こういう上位足と逆方向のトレードっていうのは、うまくトレードできればもちろんチャンスにはなるわけなんですが、撤退するタイミングを見誤ると、すぐに担ぎ上げられて縦値まで戻る、損切りになってしまうということになりやすいです。その意味では難しいということができます。撤退するタイミングがシビアだからこそ、初心者の方はもちろんなんですが、冒頭でお伝えした通り、まだ期間収支がプラスにできないという方は無理してやる必要はないんじゃないかというふうに僕は思います。今表示している図の例であれば、狙うべきは上位足レベルのトレンドに沿って、上位足の押し目、例えばこういったところですよね。こういったところで、例えばダブルボトムが形成されて、買い足が下降トレンドから上昇トレンドに転換する場面を狙う方が、相場の助けを借りやすいので簡単です。トレードも投資もお金を増やすのが目的なはずなので、難しい場面を頑張ってやるよりかは、簡単な場面に絞った方が、今期間収支をプラスにできないで悩んでいる方にとっては、優先度を高くして取り組むべき課題じゃないかなというふうに思います。上位足の方向と逆方向、どちらが簡単で利益を伸ばしやすいかといえば、それは上位足に沿った方向です。
この図の赤のダブルトップで示した部分の売りの取引というのは、上位足の流れに反しているという意味では逆張りですよね。で、逆張り順張りっていう言葉は僕はあまり使わないようにしていますが、今言った上位足の流れと逆っていう意味で使うと逆張りです。で、相場格言の中に、人の行く裏に道あり花の山っていう言葉があって、これって一般大衆と逆の行動をとることが大きな成功につながるっていう意味で、投資に当てはめると逆張りを礼賛する格言みたいに扱われてますけれども、実はこれには続きもあって、いずれを行くも散らぬ間に行けという言葉が続きます。つまり、タイミングが重要だということです。一般大衆があまり取っていないような逆の行動を素早く取ってこそ大きな利益を得ることができるということで、この素早くという点を見極められるかどうかが鍵です。で、逆に言えばこのタイミングをうまく見極められなければ旨味を得られないということもできるので、今紹介したようなここの赤いダブルトップの部分の動きを売りで狙うようなトレードが難しいと感じている場合、うまくいかないと感じている間は無理してやらなくてもいいんじゃないかという話です。上位足と逆方向のトレードはやらないというルールを設けると、おそらくトレード回数はだいぶ減るはずです。相場はこのように推進と調整を繰り返して動きます。上位足の方向に沿ったトレードのみを行うということは、この調整の部分ですね。この調整の部分というのは、買い足で見るとトレンド相場、今の場合ですと下降トレンドになっていることが多いんですが、この調整の部分を手を出さないということになりますので、必然的にここは待つことになります。またトレード回数と資金が増えるかどうかには何の関係もないどころか、回数が増えることで確かにチャンスは増えるかもしれませんが、同時にミスをする可能性も増えるわけです。トレード回数が増えるとミスをしやすくなるというのはこちらの動画でも解説していますので、ぜひ参考にしてください。負けやすいトレードの3つ目は、上位足の押し目買い水準での売り、戻り売り水準での買いです。トレンドフォローをしているつもりだけど、縦値まで戻ってきてしまう、逆行してしまうことが多いという方は、こちらを見直してみてください。負けやすいトレードの2つ目で紹介した点に似ていますが、これもマルチタイムフレーム分析の視点が抜けているとやりがちなので注意をしてください。例えばこの図の左側にあるように、上位足がこのような上昇トレンドを形成していたとします。そしてこの上昇トレンドの押し目の部分というのは、買い足で見ると、今この赤の矢印で示したように下降トレンドを形成していることが多いですが、買い足の状況だけに注目して、買い足が下降トレンドだからということで戻り売りを狙ったりすると、その戻り売りの水準が実は上位足では押し目買い水準だったりすることがあります。そういう場合にはポジションを持った後に上位足レベルの押し目買いの勢いに押されて縦値まで戻ってしまう、もしくはそのまま担ぎ上げられて損切りになってしまうということになりがちです。ではこの点についても実際のチャートを使って例を見ていきたいと思います。今表示しているチャートはユーロドルの4時間足、2023年2月付近のデータを表示しています。当時の状況を振り返ってみると、この 1.10 付近からですね、強い下落の動きが発生して、当時こちらに控えていた4時間足の押し安値をブレイクして、下目線に転換する動きが発生しました。で、そこから戻りを形成したところから再び売られてですね、このように4時間足は下降トレンド入りすることになりました。このあたりから売りで入れていればいいですが、そうでないと下落の流れがどんどん進んで、この付近になるとですね、トレンドに乗れていないということで焦ったり取り残されたり感じたりする人も出てくるかと思いますが、例えばこういうところから戻ったところで入ったとすると、このように揉み合う結果となってしまいました。で、これはなぜこのように上下に揺れ動く形になってしまったかというと、ここの直下ですね、まさにここのスイングローのところに該当するんですが、ここが日足の押し安値になっています。ですので、4時間足の上位足である日足レベルで押し目買いが入りやすい水準だったということができます。一旦日足の方に戻ってみましょう。はい、今日足の方に切り替えました。この赤の水平線で示したところというのが、この日足で直近の高値を作った起点の安値ということで、ここが日足の押し安値ということになります。ですのでトレンドの認識ができていて、かつトレンドフォローの考え方もできているんだけれども、上位足の目線が抜けているとこういうことになりますので、やはりマルチタイムフレーム分析ができていないと優位性のあるトレードポイントを見極めるのは難しいということができると思います。上位足の押し目戻り目水準ってどこですかって思う方もいると思いますが、高値や安値更新の起点となった安値、高値の付近、あとは今お伝えした押し安値と戻り高値、それから高値や安値を更新した時に、例えば今の場合であれば、ここの安値からここの高値へ高値更新の動きが出たことになりますので、それに対してフィボナッチを当てた時の半値押しから 61.8% 押しの水準、このあたりが大体押し目水準になることが多いですので、今お伝えしたようなポイントに注意をして、トレンド発生中であっても、この付近に来たらそこに向かっていくようなポジションは取らないようにするだけでも多くのことが改善するはずです。
負けやすいトレードの4つ目は、レンジの真ん中でのトレードです。レンジ相場というのは、高値も安値も更新しない状態が継続している相場のことです。レンジ相場が発生しているときは、その中で取引している人たちというのは、レンジの中を行ったり来たりすることを知っていますから、仮にこのレンジの端からポジションを持っていて、含み益が発生している人たちは、レンジの反対側が近づいてくると、ポジションの手締まいを行います。そのため、レンジの真ん中付近というのは、上から売っている人の利益確定、下から買っている人の利益確定が入り始め、上下に揺れ動きやすいです。レンジの真ん中付近というのは負けやすいポイントということができます。それではこの点についても実際のチャートを使って見ていきたいと思います。チャートは5ドル米ドルの日足2023年10月のデータを表示しています。この青の点線の平行線で囲った通り、この部分がレンジ相場となっています。この中を4時間足で見ていきましょう。4時間足の方に切り替えました。見ていただいてわかる通り、レンジの上と下を行ったり来たりしているだけということがわかると思います。特にこの赤の点線で示した部分ですね。ここがレンジの中央のライン、ミドルラインとなりますが、この中央のラインに差し掛かると、急落の動きが出ていることがわかると思います。今回の場合はこのレンジ幅ですね、160ピップスぐらいありますので、この中を例えば分足レベルでトレンドを狙ってデイトレードとして取引するということはできなくはないですが、スイングトレード向きではないことは確かです。で、このレンジの中の動きを分足のような短期足を使って追っていくというような場合も、上位足がトレンド相場の場合とレンジ相場の場合では、やはり買い足の動き方も違いますので、例えば先ほどお伝えしたこの赤の点線で示したミドルラインの部分を意識できていないと、このようにレンジの下の方から買うことができていたとしても、真ん中付近に差し掛かったところで乱高下に巻き込まれるということはよくあることです。最初のうちはですね、レンジ相場だと分かったら手を出さないで無理してやらないという選択でいいと思います。レンジを抜けたらどうなるかというと、このように大きく動き出すということが分かると思います。ですので最初のうちはレンジ相場は抜けるのを待つ。抜けてからの押し目買い戻り売りでいいと思います。またダウ理論を使って相場を見ている場合も注意が必要で、ダウ理論というのはトレンド相場に関する理論です。レンジ相場はトレンド相場の理屈が通用しませんので、レンジ相場だと認識した瞬間に頭をレンジ相場モードに切り替えないといけません。で、レンジ相場モードって何かというと、上から下へ、下から上へということです。そしてレンジ相場の真ん中ではポジションを持たないようにすること。レンジ相場だと認識した場合は、レンジを抜けるのを待ってからの取引に集中することで、負けはだいぶ減らすことができると思います。はい。ということで、今回は負けやすいトレードについて4つのタイプを紹介してきました。冒頭お伝えした通り、まだ期間収支をプラスにできないという方は、今回紹介したトレードは避けた方がいいという考えで話をしてきたんですが、今回紹介した内容が過去の皆さんのマーケットトレードに当てはまっているかどうか、どんなトレードが原因でマイナスまたはトントンになってしまっているのかをぜひ分析してみてください。で、僕自身が短期トレードで初めて月間プラスを達成した時に一番心がけたのが今回紹介した2番のトレードでした。もちろんそれだけが要因ではないですが、僕は人って大体同じようなミスをするもんだと思っているので、これが原因になっている人はそれなりに多くいるんじゃないかと思います。今回の動画に関連して合わせて視聴していただきたい動画はこちらです。まず1点目はマルチタイムフレーム分析に関してです。動画の前編を通してですね、上位足含めた環境認識の重要性っていうのをお伝えしてきたんですが、こちらの動画ではマルチタイムフレーム分析の方法をステップバイステップで解説しています。環境認識に不安のある方、マルチタイムフレーム分析のやり方に自信がないという方は、こちらの動画でステップバイステップで方法を解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。それから2つ目はレンジ相場に関してです。初心者の方含めてですね、まだ期間収支プラスにできないという方は、レンジ相場を抜けるのを待ってという点をお伝えしましたが、こちらの動画の中でレンジ相場の見極め方から、レンジブレイクのトレード方法について解説していますので、合わせて参考にしてみてください。また今回の動画の内容をもとに過去のトレードを見直してみてくださいというふうにお伝えしましたが、そもそもトレード記録をつけていないと見直すのも困難だと思います。で、トレードノートをつけるツールに関しても僕がオリジナルで開発したものを公開していますので、何をどう書いていいのかわからないという方はこちらの動画も参考にしてみてください。最後になりますが、今回の動画参考になったという方は高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。いつも高評価くださる方、コメントくださる方、ありがとうございます。非常に参考になっています。それでは今回の動画は以上で終了です。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。